皆さんこんにちは。なおドーナツの時間始まりました。もうですね、映えとかそういうもう SNS で流行らすために作るパンみたいなのはもう終わりです。オワコンです。そういうのは今はもうこの時代です。タルトシュクレ、こちらを作っていきたいと思います。ですね、例えばですよ、ウールロールパンとかね、私張り切って作ってましたよ以前。しかも流行りに乗り遅れて知らなかったからさ、そういうのが流行ってるって言い切って作ったりしてましたよ。違うねん、もうそういうのじゃないねん、時代は。こういうなんか地味な特段映えもしないようなパンかもしれないけれども、時代はもうタルトシュクレなんですよ。で私とタルトシュクレの出会いなんですけれども、昨日です昨日本で出会いました初めて知りました、タルトシュクレということで、今日はですね、ブリオッシュ生地で作るシュクレがお砂糖って意味なので、甘いブリオッシュに砂糖をさらにゴリゴリかけたパン作っていこうと思います。もうどうでもいい話はこの辺にしときましてですね、今日は生地がかなり柔らかいということで、いつもだったら自分から生地をこう取りにね行っちゃうんですけど、そっと落ちてくるのを待つと、はい、いい感じです。でここからですね、今日もレシピ本を参考にやるんですけれども、書いてあったのは、生地がとても柔らかいので手早く丁寧に扱いましょうみたいなことが書いてありました。手早く丁寧にって矛盾してますよねまた出てきました、クレーマー生徒。ゆっくり丁寧にならできます、私。だけど手早く丁寧にってどっちなんですかってすごい言いたいほんまに嫌われるでしょうね、こういう人は。ただですね、先生も多分そういう意味で言ってないのはわかるんですけど、この手早くって割とどこにでも出てこないですか。何するにしてもなんかこの手早くっていうのがすごく言われる気がして、で私これがいつもすごくこう焦っちゃう原因なんですよ。そういう風に言われると余計なんか早くやらなきゃっていう気持ちになってるなっていつも思ったので、今日はもうどうせ失敗する可能性があるのであればゆっくり丁寧にやろうっていう、もうそういうちょっとのんびりした気持ちで作ってみようと思いましたと。いかがでしょうか。ここから平たく伸ばすんですけれども、今日は天板に8個乗せたいので、それぐらいのサイズ感で伸ばしていきたいなと思います。はいはいはいと、大体の厚みをなんか一緒にした方がいいのかなと思ってちょっと意識してやってみました。そーっと乗せて、で出来上がったのがもうがっつり乗らなくて2倍の量天板2つ分ということで2回に分けて焼くことにしました。で私以前フルーツピッツァっていうのを作りまして、その時もこのような形の生地で、普通のピザ生地で焼くっていうのをやった時にめっちゃ膨らんだんですよなんか真ん中がぷくって膨らんじゃって、で今日はパンなので膨らんでくれていいんですけど、なんかあんな風に膨らんだらほんまに怖いなって思ってとか聞いちってたら、ごめんなさい、牛乳をね先に塗らなきゃいけないのにすっかり忘れてたから今慌てて塗ってます。ということで、牛乳を塗ってからお砂糖をかけます。なんか爆発したらどうしようっていうのだけちょっと心配なんですけど、
今日はですね高温で焼いた方がいいということだったので、また天板ごと予熱して、200度で15分焼いていきます。さてさて今日はどうなりましたでしょうかと。美味しそう。これ第2弾です。バターがね溶け出してるのはいいのかダメなのかちょっとわかんないんですけど、すごい美味しそうです。爆発もしませんでしたよかったということでお砂糖もねなんかちょっとこのなんていうんですか、カリカリになった感じで美味しそうです。ちょっとね割ってみます。なんかサクサクっていう感じの軽い感じでした。はい、ということでいただきます。ちょっとこれは美味しいです。全然意図してなかったんですけど、バターの塩気がちょっとね今日めちゃくちゃ暑かったんで体に染み渡りますね。ということでなんかね映えるとかそういうのは流行りに乗るとかね、そういうの楽しい時ももちろんあるんですけれども、やっぱりねこういう食べたいなって思って自分が可愛いなって思ったパンを作るのは今日も楽しかったです。ということで本日の動画はここまでとなります。いつも本当にご視聴ありがとうございます。また見てね。バイバイ。